お疲れ様です。今日もちょっと解体現場出させてもらって、仕事させてもらってました。ですね、その解体現場でなんとこちらの木材を手に入れることができました。おそらく杉板だと思うんですけど、杉板がこう壁にバーって貼ってあって、かなり綺麗な杉板だったので、こちらを、綺麗に解体して持って帰ってきました。でこれをバスの内装の一部に使えたらなというふうに思います。こう建物を解体して更地にして、そこにまた新しいものを建ててっていう循環の中で、その解体して出てくるものももちろん吉祥住建さんの方では全て、出てくるものをリサイクルできるものは全てリサイクルして、次の循環にまた乗せていくっていうことをされてるんですけど、再利用っていうね、リユースですね、リサイクルではなくリユースっていうところ、最近だとアップサイクルっていう言葉も聞きますけど、ゴム印になってしまうものをリサイクルして、より良いものに、活用するっていうのがアップサイクルっていうんですけど、僕はこの木材をアップサイクルして、車の内装に生かせたらなというふうに思います。で現場から持ってきたんで、今からお片付けしていきます。夕日がめっちゃ綺麗、いいね。さあもう結構この倉庫借りてるんですけど、もう結構荷物入ってますね。こう見るとバスで外したもの、また使うだろうものとかをここに入れさせてもらってるんですけど、ここにこの子たちを入れていきたいんですけど、入るかな。ちょっとやってみます。どんな板なのっていうと、こんな感じの、だいぶ綺麗ですよね。運び出しでちょっと傷ついたりはしてますけど、どうせ表面削るんで、この子入るかな。高さは無理。幅ここでいけるか。無理かーってなると、斜めなら入るが、事件発生、入りません。斜めなら入るんだけど、こうやってこういう風に立てかけて斜めにしたら多分反っちゃうと思うんですよね。どんどん上に乗っけていくと。なんでこう乗せるにしてもこう乗せたいけど、ここがへこむ。角はバキバキだからな、しょうがない。斜めに入れます。よいしょ。結構重いんですよ。なんかいい木なのかも。あとは、木と木の間を押さえていた棒も持ってきました。オッケー。お疲れでした。というわけで今日はいい木材をゲットすることができました。吉祥住建の解体現場で木材ゲットということで、結構今日はテンション上がっております。まだあったやん、ちっちゃい木。あれも片付けて終わりたいと思います。またです。
I'll do for you.